世界最高峰の名画モナリザ。最もセキュリティの高いルーブル美術館に展示されているこの作品だが、実は一度だけ過去に盗まれたことが。果たしてその驚愕の手口とは。はいどうも、アルゴメトリのケンちゃんとやみやみです。というわけでですね、ヤミゴさん、そろそろね芸術の秋なんですけど、芸術興味あります？まあ芸術っていうかなんかもう私自身が芸術よね。いやもう究極のダサく今回はそんな芸術に関する完全犯罪モナリザ盗難事件を紹介していきます。この事件はかの有名なルーブル美術館で起きた世界中を揺るがせた大事件でした。最も強固なセキュリティを誇るルーブル美術館、それを欺く緻密に練られた驚愕の手口とは。天才詐欺師マルケス。事件が発覚したのは1911年8月22日。画家のルイ・ベローはモナリザの模写をするためルーブル美術館に訪れましたが、モナリザが展示されているはずの場所にあったのは額縁を固定する釘だけでした。ベローが美術館の警備員に巡回や写真撮影か何かがあるのかと確認したところ、この警備員はモナリザは宣伝に使用する写真撮影のために移動させられているだけだと答えました。それから数時間後、なかなかモナリザが戻ってこないことを不審に思ったベローが美術館の担当者に改めて確認することに。するとモナリザに写真撮影の予定など入っていなかったことが発覚。同時にモナリザが盗まれたことがそこで分かったのです。世界最大の美術館から20世紀最高の美術品が盗まれたこの事件はたちまち世界中に広まり、ルーブル美術館は1週間閉館となりました。そんな世紀の大事件を起こしたのはこの5人。実行犯となった職人ヴィンチェンツォ・ペルージア、同じく実行犯となった2人ランチェロッティ兄弟、偽物の絵を作る天才贋作家イブ・ジョドロン、そして偽物の絵を売る天才贋作詐欺師であり首謀者のマルケス・エドアルド・デ・バルフィエールノ。マルケスらはどのような経緯で知り合い、どうしてモナリザを盗んだのでしょうか。天才詐欺師マルケスはアルゼンチン・ブエノスアイレスの裕福な家庭で育ちました。親戚や知人など彼の周りには同じく裕福な人たちが多く、ステータスの表現や投資先として美術品に興味がある人が多かったため、子供の頃からよく美術品に触れて育ったんです。青年期のマルケスは彼らからもらった美術品を売っては金に換えて生活していました。しかし手持ちの美術品の数には限界があったため、次にマルケスが考えたのは偽物の美術品を作り出し本物の作品として売る贋作詐欺だったのです。この頃すでに美術の世界に精通していたマルケスはある一人の贋作家ショドロンと手を組むことにしました。彼はどんな画家の絵も精巧に描き分けられ、専門家にも判断がつかないほどの精度で偽物の絵画を作れる天才贋作家でした。チームを組んだ彼らの仕事ぶりはこのようなものでした。まずショドロンがスペイン名画の贋作を作り上げると、美術界や社交界に顔の利くマルケスが話をつけて売りさばく。当時アメリカの富豪たちの間で美術品のコレクションが流行していたこともあり、この贋作詐欺は次々に成功していったんです。彼らは大金を儲けることができたまさに最強のタッグだったんです。そしてこの頃あたりから富豪たちの中には、盗んだものでもいいから本物が欲しいという人たちも出てくるようになりました。マルケスはそういった要求にも応えるため、ある手の込んだ詐欺を考えついたんです。それはまずあらかじめ客の欲しい絵を聞いておき、その贋作を用意しておきます。そして出来上がった贋作を本物が展示してある美術館に持っていき、そこで警備員を買収。その場に誰も入ってこないようにしてもらい、その間に本物の絵の額縁の後ろに贋作を入れた額縁を貼り付けます。その後客とともに再びこの美術館を訪れ、その客が欲しいという絵がこの美術館に展示してあることを確認させます。そしてまたも警備員を買収し、絵の周りに誰も来させないようにしておき、その間に客に額縁の裏へ何かの目印を書いてもらいます。この時客は気づかぬ間に本物の後ろにある贋作の入った額縁の方に目印を書くんです。後日裏に貼っておいた贋作の入った額縁を剥がして回収し、客のところへ持って行って目印を確認してもらい、美術館に展示してあったものだと納得させて買わせれば完了です。
この手品のようなテクニックにより富豪たちは次々に騙されていきましたが、その誰もが絵が偽物だとは考えもしなかったんです。マルケスはこの方法でさらに多くの大金を稼いでいきました。そしてついにあの絵にその毒牙を向け始めたんです。いやもう警備員がお金で買収されてる時点でセキュリティがボロボロよ。いやほんとそうなんですよ。しかもね、ついにあの天才マルケスがとうとうあの絵をターゲットに定めるんです。ああ、ナスカの地上絵ね。盗めるかい標的となったモナリザ。1910年の秋、マルケスは活動拠点を変えるためフランス・パリに引っ越しましたが、この地に来て早々ある大計画を思いついたんです。マルケスが目をつけたのは、そうルーブル美術館のモナリザでした。同じ年の末、マルケスはショドロンと共にルーブル美術館を訪れ、モナリザを前にしてショドロンにこう聞きました。どうだね、これと全く同じものが描けるかね。突然の質問にショドロンが一瞬返事をためらっていると、マルケスはそれも1枚ではなく何枚もだと続けました。ショドロンは、はい、十分な時間さえあればできます。でも一体どうしてですかと答えました。なぜマルケスはモナリザの贋作を何枚も描いてもらおうと考えたのでしょうか。マルケスは今までに何回も行った絵に目印をつけて安心させる方法を説明し、この方法を使えば君が描くだけで全部売りさばける。買った連中もそれが盗品だと思っているから口外はしないだろう。それぞれが自分だけが本物を持っていると思っているからなと語ったのです。しかしショドロンは、ルーブルには毎日モナリザを見に何千人もの人がやってくるんですよ。こんな世界的な名画を盗んできたなんて言ったって信用するお客さんなんていませんよと答えました。これまでの絵画だったら本当に盗難したかどうかを信じ込まさせるために、絵が盗難にあったと新聞に偽記事を載せておけば信じてもらえましたが、これほど知名度のあるモナリザだとその程度の嘘は通用しないというショドロンの考えは当たり前の答えでした。するとマルケスから衝撃の言葉が飛び出したんです。とうとう名画モナリザに手をかけた天才マルケス。ルーブル美術館のセキュリティをかいくぐる緻密に考え抜かれた手口とは。そして計画は成功するのか。